皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は食料備蓄の準備を早めなければならないと感じる情報をシェアしたいと思います。その背景はついに中国共産党が動き出したからです。今まで他国の領土、領海、領空を散々侵しまくってきた中国が今更何をと思われる方も多いかもしれません。しかし、今回緊急度が高いと思ったのは随分前から懸念されていた国防動員法というものがあって、その法律にのっとっていよいよ具体的な動きが出てきたという情報が入ったからです。具体的な動きとは、国防動員事務室を北京をはじめとした複数箇所に設置を公表したということです。私の肌感覚では、このチャンネルで配信してきた最悪の条件が整い始めてきたという感触です。つまり本格的な戦時体制に入ったということになります。この言い方も少し違和感を感じるかもしれません。というのは、中国共産党について詳しい方なら1921年の結党以来ずっと戦闘状態だからです。彼らの歴史は国民党との内紛から始まり、党内の権力闘争、他国との約束を裏切り侵略を重ねてきており、まさに血の歴史なのです。そして現在は中央統一戦線工作部という情報機関が超限戦という戦略のもと、世界各国にあらゆる工作活動を継続しています。表では友好国として振る舞い、裏ではあらゆる犯罪を犯すという人類史上最悪の政権、国家なのです。最近ではその手口も明らかになり、あからさまな行動にも出てきたというわけで、今回は国防動員事務室というまさに作戦実行を目的とした事務室が設置されたことになります。この動画を最後まで見ることで、私たちが自分の身を守るために何を優先しなければならないかがわかると思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回の情報は日本の安全保障を語る上で本当に重要度や緊急度が増してきたと思います。中国で2010年、平成22年7月に制定された国防動員法。この法律は本当に無茶苦茶でかなり危険です。この国防動員法のことを知らない方のために簡単に説明するには、すでにこの法律がいかに常軌を逸しためちゃくちゃな法律であると同時に、中国在住の日本人、日本国内の日本人にどれだけ危険があるのかは、参議院ですでに質疑応答が行われていますので、そちらを紹介する方がリアルに感じられるかと思います。その質疑とは以下の通りです。第177回国会上会質問主意書質問第44号、中国における国防動員法に関する質問主意書。右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。平成23年2月3日、山谷恵理子参議院議長、西岡武夫殿、中国における国防動員法に関する質問主意書。平成22年7月、中国政府は国防動員法を施行した。本法の目的は、平時の動員準備と戦時の動員実施に法的根拠を与え、即応能力を高めるためと分析されている。本法により、中国国内はもちろん海外在住の中国人も動員の対象となるだけではなく、中国国内で活動する外国企業や居留権を有する外国人も動員・徴用の対象となる可能性がある。そこで以下の通り質問する。1、本法により、日本に在住する約65万人の中国人は、中国政府の命令で動員され、中国に進出している日本企業は中国政府の命令で動員・徴用の対象となることも考えられる。日本政府として本法が日本に在住する中国人及び中国に進出している日本企業に適用されると分析しているのか示されたい。2、本法第54条では、国が国防動員の実施を決定した後、備蓄物資が動員の必要を直ちに満たすことができない場合、研究以上の人民政府は法にのっとって民用資源に対して徴用を行うことができると規定されている。本条は中国に進出している外国企業の施設、物資にも適用されると考えるか、日本政府の見解を示されたい。また、適用される場合、日本の主権はもちろんのこと、中国に多数進出している日本企業を守る日本政府の防護策についても示されたい。3、本法第49条では、満18歳から満60歳の男性公民と満18歳から満55歳までの女性公民は国防役務を担当しなければならないと規定されている。この公民には日本在住の中国人も含まれるが、現在
本条に該当する日本在住の中国人が何人いるのか示されたい。このように中国の国防動員法というものの恐ろしさというのは、この国会における質問内容によく表れていると思います。皆さんはどのように感じられましたでしょうか。中には可能性としては認めるが、そんな事態は起きないと考える方もいると思います。私がこのチャンネル内で繰り返し述べさせていただいていることですが、隣国、ここでは中国のことですが、あの国、中国共産党が国民に対して行っていること、他民族に対して行っていること、そして外国においてどんなことをしているかを知らないと、我々のような平和を望む民族が高い確率で危険な目に遭うということを自覚しなくてはならないのです。そのような実態を情報としては持ってはいますが、全てを動画にすることはこのプラットフォーム上ではできません。今回取り上げている中国の国防動員法というのは、自国民に対して法的根拠を持たせるなんて意味ではありません。中国という国は中国共産党による一党独裁体制ですから、いちいち自国民に法的根拠を示す必要がありません。実際、法整備は先進国並みに整っているのに、そもそも政府も共産党員も守っていませんし、中華人民共和国というのは中国共産党が作った国なので法を超えた存在です。つまり、この国防動員法というのは海外に向けた法的根拠です。今問題になっている海外派出所というのも、どう考えても他国の法律に違反しています。しかし、そんなことは全く意に介しません。あからさまに実行してきています。本当に恐ろしい感覚なのです。今回、この動画で急ぎ情報をシェアしようと考えたのは、冒頭でお話しした通り、かねてからの計画が分かりやすい形になってきたからです。中国がこのような行動に出てきたというのはある程度予想されてきたことでもあると思います。というのは、中国は今までありとあらゆる問題を隠蔽し、その場限りのごまかしで経済や産業を発展させてきましたが、その問題が一気に噴出してきています。今まで中国共産党に対しての不満が出てきたタイミングで何をしてきたかというと、抗日ドラマなどを放映し、人民のガス抜きをしてきました。ゼロコロナ政策の真っ最中の時もその手を使っていたそうですが、さすがに突然の施設封鎖が実行され、飢えに苦しんでいた時にそんなことはどうでもよいという不満が激しかったそうです。もっと言えば、中国共産党が自国民に対してついてきた嘘がどんどんバレ始めてきているので、状況が今までとは違ってきているのです。そうなると何をするか。そう、戦争を起こすしかない状況になってきたのかもしれません。アメリカのシンクタンク系の分析などが多数ネット上にありますが、いつ起きてもおかしくない状況であるという認識を持ちながら、2、3年以内に台湾侵攻が起きるであろうということを言っています。そして米軍上層部からは、2年後の米中戦争に備えるよう指示が出ているそうです。中東のイスラエルとイランのトラブルも起きてきそうですから、平時の心構えでは危険極まりない情勢になってきていることは間違いありません。今回の国防動員事務室の設置によって、より台湾侵攻が現実味を帯びてきたと判断した方が良いと思います。前回の動画でも触れましたが、こういう世界情勢にもかかわらず、日本政府が準備する備蓄米はたったの1ヶ月足らず、そして国内米作を減らし続けている政策を続けているという現状を知ったとき、あなたならどうしますでしょうか、という話です。そして戦争ともなれば狙われるのは、基地、空港、港湾、燃料備蓄施設、軍事物資製造施設、そして食料備蓄施設でしょう。これらのことはスパイ防止法のない日本においては当然ながら全て情報を取られていると見た方が良いです。有事の際は本当に日本人の6割が餓死するという分析通りになってしまうかもしれませんね。いかがだったでしょうか。国会での質疑でもあったように、日本にいる中国人は何人いるのでしょうか。調べてみますと、72万人もいます。この方たちがごく普通の一般人だとしても、国防動員法によって私兵となります。いわゆるテロ行為を行うことになります。嫌でも中国国内にいる親族や財産に対して圧力をかけ協力せざるを得ない状況となるのです。そして中国に進出している日本企業も法の遵守をしなければならず、侵略戦争の片棒を担がされる可能性もありますし、中国在住の日本人は人質になることもあるでしょう。政府は早く中国からの撤退を促さないと大変なことになると思いますし、日本の国益が損なわれることになります。政府は企業に対しずっと以前から中国からの撤退費用に対して補助金を出していたわけですが、中国政府が撤退を妨害するようなことをしていてなかなか進まないとも聞いております。今更ですが、
金儲けを優先して悪魔と手を組んではいけなかったのです。こうしたグローバリストたちの金儲けのためにごく普通の人たちの身に危険が及ぶことになっているわけですから、勘弁してほしいなと思います。今回の動画で食料備蓄を急いだ方が良いということと、中国ウォッチや海外の情報を集めるよう意識を高めた方が良いということを強くお勧めしたいと思いました。そして状況が逼迫すればするほど食料危機など起きないという方に関わっている時間がないとも思いました。何の準備もできていない人たちが強奪グループになる可能性が高いので、一人でも多く準備をしてほしいのですが力及ばずです。今後も皆さんにとって有益な情報を発信していきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。